かんない特に学生時代なんてそうだ覚えてるでしょサンドイッチ事件。覚えてる。私は今すごいそれが出てきて、すごいサンドイッチ事件確かにと思って。そうなんかよくわかんなかったサンドイッチが宙回ってたんだよ。いやなんか初めましての現場だったのかな。あかなでなんかそれぐらいなのかな。そうまだなんかお互い10代ぐらいの時で、岡本さんと岡本さんそうが、でなん打ち解けてもかなく。でもなんかせっかくこうね年が近い人っていうのも結構貴重な時期だったから、うんうんうんなんかこう岡本さんはってパッてその直前までよろしくお願いしますって自己紹介して岡本さんはってパッと見たらサンドイッチがなんか散らばってた床に何があったの？話しかけられた。はいみたいなマジででも初めましてぐらいだからなんて言っていいか分かんなくて大丈夫ですか大丈夫ですかどうもみたいな感じだった確か。もうみたいななんかホラー映画見てるレタスとかかき集めてジェイソン来たみたいな俺のご飯がお腹グーグーなっちゃうみたいな。最悪やって思いながら。マジか。確かにそう思ったらそうだったかもね。そう距離の詰め方が。だって俺が2人に初めて会った時はもう2人なんかこう仲よくいく感じだったよ。あ打ち解けてたよ。もう打ち上げ後とかなのかもしれないもん。あそうだねあー打ち上げのね伝説のまだ伝説ある酔っ払ったなんか酔っ払ってない。俺記憶にないんだけど俺は。あそれこそ距離感ミスってる人をまだミスってる経団したんだけど。急になんかすごいなんかはみたいな急にオラオラモードになってオラオラらしいね俺宮村かよ。そうなんだよこれなんかでもすごい顔赤いし酔っあー払ってるんだろうなってあ思ったけど大人や。そう冷凍イカみたいな目になっていやいやなんそれ全然思い浮かばねえみたいな死んでんの。こいつ死んだ魚。そうそうそう魚以上死んでるかそうら。だねそれもあってなんか今みたそういな今みたいなだからすごい気持ちわかんないね。なんか宮村くんの。そっかただそんな距離感近めにはいけんみたいな。ねあーそうなんだよそうなんだよ。でもなんかエラーを起こすというか自分で何やってるか分かんなくなるみたいな追い詰められてっていうのはなんかねまあどのキャラクターにもいるけど堀宮の男の子にはうんでも戦国はそんな中でも一番真人間っていうかさまともな感じの印象ポジションでねうんツッコミ役というか頑張ってるよね彼ね。そうそうそうレミの前だとやっぱおかしくなっててあーレミね確かに告白の仕方がやっぱり変わってんなってう思っててん地球最後の日に何したい問題からいくみたいそうだなそうだ何それみたいなで自分で保険かけていくのがすごい可愛くてあで振られるまで行ってうん告白して振られるまで行くのがー彼っぽいなってそうだねそんなことないよ待ちみたいな。確かにでもなんかレミのなんかさこう自由奔放さああのぐらいがないとやっぱ2人はねあーでもそうかもねでもなんかねレミね印象変わったんだよね今回。あピースピースで一期の頃は本当大人っぽくて、うん全部を裏から牛耳って計算してコントロールしてる人なイメージがあった。うん多分思いやりとかもちょっとあざと系女子じゃないとそうあざと系女子でツインテールだけど実は大人っぽいですねうん可愛い見た目してるけど大人っぽいですみたいなところから今回割とちゃんと天然でそう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 だねツッコミどころが多いよねあれみたいなうんずっと突っ込まれてた感じがしてて、うんで2人ともあんまり料理できないっていうのは、うんそうそうそうあそうだねそれねやってたねそう誰が料理するんだろうなって思いましたね逆にねさくらが来てくれるのかな3人でずっとやってるからやってるのかなそんだけどね、今回ね新作アニメ放送されてるわけなんですけどちょっとお久しぶりの収録だったということで収録現場いかがでしたか？収録ねそうだねなんか最初の一期の時がさまさにもうすっごいグループ分けでさうんうん細かく撮ってたけど、その時よりはちょっとなんて言うんだろうスタッフさんとも少しね話せたりとか、まあまだちょっとグループ分けではあったけどはいなんか比較的こうよく絡む人たちと一緒に撮れたから掛け合えたんで確かに、うん、うんなんか楽しかった。ああそれこそパパのシーンとかはね一緒に掛け合わないとねそうそう絶対ダメだもんねあんなんね。そうそう別室で大体小野さん別室だったけどかぶっちゃうからそうそうそう確かにそうでもうちとは一番やっぱ一緒にやってましたねほぼほぼ一緒であーだから今回はその前一期の時に話があそこまで行ったので、2期どうやって作っていくんだろうなと思ったら本当原作で描ききれなかった部分をこうすくい上げて、いろんなエピソードが毎回続いたので本当前は飽きないっていうか、今回はこういう話かとか、今回はこういうこの登場人物に焦点当てるんだとか、本当なんかバリエーション豊かでやってる側としてもずっと飽きずに最後までいけたなっていう印象ですね。シリアス回もあったりとかそうね面白い回もあったりとかそういろいろあったよね。でもねマジで掛け合いが早すぎてビビるなんかみんな尺そうだよねだビビる。から台本ちょっと分厚くなったもんね台本めちゃ分厚い。うんそうだったか。1.5倍セリフが増えたからそうセリフが増えて2線3線あってそう
戦国の家に泊まりに来た時かな、もう3戦以上あってしかも早くてごちゃごちゃしてるっていうのが大事だったりするからね。カオスだったんでね、あれね。あどうやって飛んだろうって思って、まあ、一戦ずつ取ってったんだけど、ーたまに堀宮カオスになるからね。そうなるよね堀家会とかそうね。そうそう足がねそうそうそう引っかかる回とかも結構あーめちゃくちゃだよカオス回でねそうそうと思ったら急にいいさ話来たりあそう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 ね緩急が追いつかないんだよ。確かにそこもまあ魅力なんですかね。そうだね。はい、じゃあここら辺でですね、先についてメールも届いております。ありがとうございます衣さんありがとうございます。ありがとうございます岡本さん、内山さん、戸松さん、こんばんは。こんばんは堀宮ピース、第1話見ました。また堀宮の世界が帰ってきてくれて嬉しい限りです。修学旅行のシーンでは京子のもどかしい気持ちに共感しつつ一緒にキュンキュンをたくさん味わいました。またこのお話で一番面白かったのは宮村と戦国くんと安田先生とのプール論争をする。わかるあわかる3人とも少しずれてる譲れないものを必死に守ろうとしているのが面白すぎて爆笑しちゃいました。そう何に突っ込んでいいのかもわかんないんだけどあれね。あのシーンはアドリブなどはあったのでしょうか。収録の裏話などあればお聞きしたいです。堀宮を見てたら一緒に青春を味わえている気になれるのでこれからもアニメも高校生気分で楽しみたいと思いますということで、アドリブって入れる？そもそもアドリブは堀宮入れないんだけど俺ないね。ないよね本当にお父さんと喧嘩が足りなかった時ぐらいかも入れても裏でなんかやってる感出すときにこのぐらいでそんなにあれだよねリアクションとかもなんかもうそもそも全部入っててそうちゃんと決まってもうすごい文章書いてあるからね。やれることないぐらいだよね。やりたくてもむしろそうね。ちゃんとね構成されてるからね。リアクションぐらいなのかな、ちょっとした相槌というか、なんか早くこうテンポよく来ててオフゼリフで、でも自分のボールが来る前に相手のセリフが上がってる時とかにこうなんか受けたくなってそのまま突っ込んでみたいなところから行くみたいな。でもなんか一番怪しいのは井浦ね。井浦はなんかやってんじゃないのかなって疑惑は。そうだねあれは正気なのかな。いやいや大輝くんは本気だよ。いつも正気やね。本気よ本気でね大輝くんがもしゲストに来たらアドリブ疑惑攻めてた方がいい。確かにアドリブじゃないけど違うこと言ってるもんね。いや毎回やりたい放題だよね。やりたいことやってる。一番できるもんね井浦がね。楽しいんだろうね本人も。だから先に入ってたりするとどういう気持ちでやったんだろうなと思う。すごいテンション高いから。テンション高い。そしたらなんかテンション高いと思ったら急に静まったりするし。何この井浦も面白いキャラクターだよ。面白い。人気キャラらしいですね。人気キャラなんですよ。人気だよ。ねえ。喜んでた本人も。よかったよかった。そう大輝が。はい、続きましてラジオネームチャンミーさんありがとうございます。ラジオパーソナリティの岡本さん、ゲストの戸松さん、内山さん、こんにちは。こんにちは。このメールを送った時は2話の放送が終わった時でした。生徒会長としての仕事をこなしながらも運動苦手で体育祭は雨が降ってほしいと願う戦国くんと、調理実習で料理ができないヘタレが出ちゃうギャップばかりの戦国が見れて戦国くん好きな私からすると嬉しい回でした。戦国くんね、ありがとうございます。雨が降ってほしいって願ってそうなのはウッチー願ってるんじゃないですか。いきなり何？ウッチーのイメージ。雨が似合う男。雨より晴れた方がいいでしょう。あ、そうなんだ。はい。運動好きなんだ。体育祭は体育祭はどうだったかな。思い出せねえよ。勝手に雨降ってほしいと思ってると思ってた。確かになんかこう日焼けしてみたいな感じじゃないよねイメージ的にこうそれなりにはやった楽しんでた。確かにウッチー確かにちゃんとね、初めの散歩ぐらいは来てくれる感じで。そっかそっか。一緒になんかね、某球技をやる機会があって、その時ウッチーも参加してちゃんと最初やってて、後半戦は俺座ってるね気持ちはある。だから来てくれるんだにまずびっくりし、やるんだにびっくりし。確かにノリいいよね。多少のチャレンジ精神は。素晴らしい。素晴らしい。それが大事だよね。じゃあ雨願ってないかもな。願ってないです。調理実習は得意でしたと松さんは。戸松さんはね、なんかあんまりこう包丁とかそうなんか花形をねやらせてもらえなくて危なさそう。そうまさに同じこと言われて、なんかちょっと任せらんないからとか言って。初めて会った時にカサスごっことかってやばいよ。なんかそういう持ちネタ多いよね。初めての現場カオスすぎない？サンドイッチマウスターカ
サスやるしみたいな、もうね確かにそれ本当その通りだわ。なんかすごいハマってたの。もう学生のノリでなんかこうあるじゃん、自分たちのなんか友達界隈だけで面白いなんか遊びみたいなあるあるある。その延長線上に現場行っちゃったからいやなんかカサスウォークやっててとか言ったら見してよみたいにだからちょっといいですかみたいな。いいですかじゃないそうスタジオのね土足の床のスタジオでこうもう全身でこうやって見つかる最初の第一のなんか発見される人みたいなしたいトゥールーってトゥルーってやってたわ。 BGM までねやってセリフでっていうカオス半で端なかった。だってそんな人にはい包丁を持たせられる。なるほど。そうだからいつも洗い物とかかわいそう。超つまんないと思っていい子だねでもね。そうやるんだちゃんと。そうそうそう優しいめっちゃいい子や。やりたみんなやりたいよねみたいないいですいいです洗い物であそうなんだそうそうそう優しいだからあんまり調理実習の記憶がないしそんなとまっちゃんもね料理するでしょ今。もう本当に生きるために一応やってるけど素晴らしい。すごい本当にね得意料理なんですか。得意料理ですかバターチキンカレーですピンポイントだね。意外とピンポイントだね。カレーでいいじゃない。違うよ違うよなんかさカレーって言うとさもう猛者がすごいじゃん猛者カレーの猛者が我こそ確かにうるさ型がこうやって。そうそうそう、確かにねなんか鉄人たちがいっぱいいるじゃん。もうなんかうんどこのスパイス使ってんのとか。あ出た言いそう。スパイスから作れないカレーなんてダメだみたいなね。そうそうそう税がいるかもいね。るでしょ。全然普通の市販のルール使って作るんだけど。美味しいよね。美味しいよそうよ。だからもう本当にパパッと作れるやつだから私は自称バターチキンカレーが得意。カレーって言うとさすごい人に見えるじゃん。なんかそうだねなんか。探求してる人みたいなそうそう感じだよね。そうそう。家に100種類ぐらいスパイスある人みたいになっちゃう。確かにターメリックどれぐらい入れるのとか。そうそうそうんなそうそう感じになってくるかも。そんなんじゃないっていうね。そんなんじゃないんだ。小松さん面白いな。さすがですねやっぱね。ね本当にねいやありがとうございました。はいさあ皆さんねたくさんのメールありがとうございました。ありがとうございます。引き続きアニメの感想や質問などぜひ番組にお送りください。はい。